まず、載せたいもの、シウス、FCR を用意します。FCR は ELI1 を出力するものでなければなりません。シウスの砲塔部分を選択します。ハサミマークのムーブカットで好きなところにシウスを移動させます。コピーを使うと、ノードのつながりが切れてしまうので注意です。シウスは周りに、砲塔が一周回っても大丈夫なスペースが必要です。制御用のマイコンや FCR も同様に、好きな位置に移動させます。ちなみに、シウスの方針を長くすると、命中精度が少し上がります。動画の通りにマージします。ちなみに、シウスの球団口は塞がれてはいませんが、密閉判定があります。なのでこの船は、球団口が沈まない限り浸水しません。ボタンを設置します。左2つがトグルボタン、右1つがプッシュボタンです。右が、リロード。真ん中が、射撃アンロック。左が、砲塔旋回アンロック、となっています。砲塔旋回アンロックと射撃アンロックが押されていなければ、射撃しません。また、砲塔側の相談数が0になったら自動でリロードされますが、リロードボタンを押すことによっても、リロードすることができます。動画の通りにボタンのノードをつないでください。電源を接続します。FCR の ELI1 とシウスの ELI1 を接続します。ELI1 というコンポジットを通して、FCR からシウスに敵の位置情報が伝わります。台座を削除して設置完了です。シウスのプロパテには、ニュートラルポジションと射撃 FOV、ディレイという項目があります。ニュートラルポジションは、FCR が何も発見していないか、砲塔旋回がロックされている時に向く角度のことです。射撃 FOV は、ニュートラルポジションを中心として射撃することができる角度のことです。ニュートラルポジションと射撃 FOV の単位は回転です。これらの数値を調整することにより、シウスを船舶の後方に搭載したり時間への誤射を防ぐことができます。ディレイは、FCR やシウスの計算の遅延を補正するための項目です。シウスが敵の前に射撃していたら、ディレイを小さく、敵の後ろに射撃していたら、ディレイを大きく設定してください。船体側の相談数は、動画のように、弾薬ドラムを付け足すだけで増やすことができます。あの船に射撃してみます。ディスプレイをつけます。FCR1 は、WASD で視点を操作できます。目標に丸が表示されたら、オートエイムボタンを押して、射撃アンロックと砲塔旋回アンロックボタンも押せば、射撃されます。ここからは、弾道計算の仕組みや、シウス1のプログラムについて解説していきます。まず、データの流れは、FCR1 が敵の位置情報を読み取ります。それを ELI1 というコンポジットに通してシウスに伝えます。そして、シウスで FCR1 から受け取った情報を元に弾道計算をして射撃します。弾道計算の説明をします。ストームワークスの砲弾は等速直線運動をしているわけではなく、抵抗を受けています。この式にロータリーオートキャノンの抵抗の値を代入して積分すると、このような式になります。この式を変形すると、こうなります。この式を使えば、砲弾の初速と相手との距離から砲撃してから着弾するまでの時間を求めることができます。この式は、水平方向に関しての式です。
後で使うので、ルアの関数にしておきます。鉛直方向には重力が働いています。ストームワークスの砲弾には、30メートル毎秒毎秒の重力が働いていますが、投稿者には、難しくて式に表すことができませんでした。なので、C++ で砲弾のシミュレーションをして、その結果から、近似式を作ります。これが、C++ のシミュレーションプログラムです。ドラッグにロータリーオートキャノンの抵抗の値を入れます。ドラッグと、ここのフォア分の条件式と増減式を変えれば、バトルキャノンなど、他の大砲にも対応できます。このプログラムを実行した結果の一部がこれです。ですが、これでは見にくいので Excel で表にしてみます。1列目は、発射からの時間、テック、を、1行目の0から16は初速、メートル毎テック、を表しています。その他の数字は、初速、メートル毎テック、で鉛直上向きに射撃した時タイムテック、5の砲弾の高度 H、メートル、を表しています。実際には、この表は300テック、分続いています。この表を、初速ごとにグラフにしてみると、このようになります。この表の右側の式は、それぞれの近似式です。ですが、このままでは決まった初速の時にしかこの式は使えません。ここで、それぞれの式の係数を項ごとに表にしてみます。このままではわかりにくいので、また項ごとにグラフにしてみます。そうすると、それぞれの項の係数が初速に比例していることがわかります。ここから、初速から係数を求める式は、こうなります。一つの式にすると、わけわからんくらいに長くなります。でも使うので、ルアの関数にしておきます。この関数を使えば、初速と飛翔時間から、飛翔時間後の砲弾の高度を求めることができます。今まで作った2つの関数と二分法というものを使い、静止目標への射撃を考えます。行角シータラジアン、方向初速、メートル毎テック、で射撃したとき、X メートル、先での高度 Y メートル、を求めてみます。砲弾の水平速度は、V コサインシータメートル毎テックです。水平速度 V コサインシータメートル毎テック、と水平距離 X メートル、をフライト X タイム関数に渡せば、飛翔時間 ft テック、を求めることができます。そして、飛翔時間 ft テック、と垂直速度 v サインシータメートル毎テック、を、フライト y 関数に渡せば、高度 y メートル、を求めることができます。また、後でやる射程範囲内ならば、初速を同じままシータを大きくすると、同じ x メートル、地点での砲弾の高度 y メートル、はより高くなります。静止目標に向かって射撃するとき、そのまま目標を狙っただけでは、砲弾は、目標の下を通過してしまいます。なので、どの程度目標の上を狙うのかを二分法によって求めます。アップ、ラジアン、とダウンラジアン、の初期値を設定します。ダウン、ラジアン、はアークタンジェント X 分の Y、アップ、ラジアン、はダウンプラス0.2094で求めることができます。アップ、ラジアン、がもし2分の π を超えていたら2分の π を代入します。1、まず、アップ、ラジアン、とダウン、ラジアン、の真ん中の値 AVE、ラジアン、を、カッコアッププラスダウン、カッコ閉じ割る2で求めます。2、次に、さっきの方法で X、メートル、における砲弾の高度 SY、メートル、を求めます。3、もし Y 小なり SY ならばアップラジアンに AVE ラジアンを代入します。もし Y 大なり SY ならばダウンラジアンに AVE ラジアンを代入します。1に戻ります。この処理を15回程度繰り返せば十分な精度で行角を求めることができます。これも後で使うのでルアの関数にしておきます。この関数は、飛翔時間、テック、を ft、行角、ラジアン、を E アングルという変数に代入します。また、この関数はロータリーオートキャノン用です。次に動的目標に対する射撃をするために、等速直線運動する物体同士の場合を考えます。赤点が目標で、30メートル毎秒、で移動していて、青点が大砲で、方向初速は100メートル毎秒、で、目標から50メートル、離れています。もし、発射してから着弾までの時間がわかっていれば、簡単に着弾地点を求め、射撃するべき方向がわかりそうです。なので、一旦0秒、で着弾すると仮定して計算します。0秒、
の間に目標は0メートル、進みます。敵から0メートルの地点に向かって射撃すると実際には、50÷100で0.5秒、着弾までにかかります。次に0.5秒、で着弾すると仮定すると、目標は0.5秒、で15メートル、移動します。実際に着弾までにかかる時間は、52.2÷100で0.522秒、です。このような処理を繰り返していきます。そして、この場合の真の着弾までの時間は、0.5241秒、です。繰り返せば、十分な精度が得られそうです。シウスで射撃できるように、さっき作った S シミュ関数などを使って、この処理をするプログラムを Lua で作ってみます。このようになります。射程範囲について解説します。射程範囲はこのプログラムで計算します。ここに初速 VO、メートルマイティック。ここに抵抗の値。このフォア分の条件式を変えれば他の大砲にも対応できます。このプログラムの実行結果の一部がこれです。グラフにするとこうなります。このグラフの内側がシウスの射程範囲です。青のグラフが本当の射程距離ですが射程ギリギリの目標を狙う時にシウスの動作が荒ぶってしまうので、本当の射程より25メートル、短いオレンジのグラフの近似式を使います。これもルアの関数にしておきます。射程範囲内でかつ仰角85度、深く5度以内なら真、それ以外なら偽を返します。最後に、シウス1のプログラムをさらっと解説します。船の速度を計算するための変数や着弾までの時間を入れておくための変数を定義しています。アークタンジェント2は y と x からシータ、ラジアンを求める関数です。クランプは x の絶対値を pm に固定します。PC は砲塔のピッチが仰角85度、深く5度を超えないようにするための関数です。ここのレンジ関数やフライト y 関数、フライト x タイム関数、S シミュ関数はさっき出てきたものです。入力です。ボタンの信号を数字入力で受け取っているのは、ELI1 を受け取るのを1ティックでも早くするためです。1ティック前の1と今の1を使ってシウスの移動速度を求めています。計算遅延の分、相手の位置を補正しています。ここもさっきやったものです。砲塔の向くべき方角を計算しています。E アングルの単位をラジアンから回転に変換。ニュートラルポジションから射撃する方向までの角度を計算します。ロータリーオートキャノンの射撃制御です。砲塔の陽制御のための値を計算しています。砲塔の陽制御をしています。砲塔のピッチ制御をしています。次のティックでシウスの速度を計算するための計算です。これで、この動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。